チャオチャオ。皆さんはじめまして。この動画での解説役を仰せつかったウィルマ・シューハートフス。はじめましての方ははじめまして。そうじゃない方はこんにちは。相方を務めるゆずきゆかりです。この動画ではイギリス発のボクセルストラテジーゲーム、フロムザデプスで制作したビークルなどについて説明していくっす。未プレイの方のために説明しますと、フロムザデプス、通称 FTD とは、プレイヤーがブロックを積み上げて作ったビークルを使って戦争したりするゲームです。とまあ、このゲームについての説明も終わったところで、今回紹介するのはこちら、ケニブ級軽航空母艦っす。本艦は QFN での運用を目的に開発された軽空母になるっす。QFN というのは、このゲームのメインコンテンツであるキャンペーンモード、その中でも最もポピュラーなキャンペーンであるクエスト4ネターのことで、惑星ネターに存在する8つの NPC 勢力を滅ぼして、惑星全土を支配下に置くことが最終目標になります。ちなみにケニブ級の船体は、拠点艦や前線部隊への補給任務を担う輸送船、エネル級の設計をほぼそのまま有用しているっす。ああ、空母なのに一軸のプロペラとか船尾楼とか、どことなく垢抜けない艦影だと思っていたら、軽空母というより護衛空母に近い来歴だったんですね。空母という艦種自体がややマイナーなこのゲーム、商船護衛という用途では活躍の場が少なすぎるということで、前線で他の水上艦に同行してエアカバーを提供する支援空母としての運用を想定してるっす。しかし、輸送船の船体設計を流用と言いましたが、そんな船を前線に放り込んで大丈夫なのですか？速力は輸送船時代からうちの水上戦闘艦と同等の 46.7 ノット、24メートル毎秒は出せるから、少なくとも水上戦闘艦部隊には追従が可能っす。防御力はどうなんです？いや、だから防御力。まあ、これは見てもらった方が早いっすね。これは基本的には大半のウッドブロック1メートルが走行になるっす。走行と呼ぶのもはばかられるというか、すがすがしいくらいの安不審ですね。一応、AI ルームと弾薬庫には最低限の走行を追加しているけど、それ以外の場所だと鉄鋼弾の類は反対弦まで突き抜けるっす。わーお。一応、自衛艦としてアイランド後方に小型迎撃ミサイルを準じってる。シウスのサリッサ通を監視と完備に各駅機、飛行甲板脇のスポンソンにやや小型のサリッサライトを片弦2機ずつ装備してるっす。多少のミサイル攻撃などであれば対抗できる最小限の自衛能力といったところでしょうか。空母の戦闘力を決めるのはあくまで搭載された航空機っすからね。ケニブ級の艦載機は、多目的戦闘機のスピンドル2を露天停止で8機、格納庫内に4機の合計12機を搭載してるっす。スピンドル2の詳細については別動画で紹介しているので、興味があればそちらも見てくださいね。それにしても FTD の艦載機は露天軽視だけで済ませてしまうことが多いと聞きましたが、4機とはいえ格納庫にも艦載機を載せているのは珍しいのでは？よくぞ聞いてくれました。しかもケニブ級では、1機のエレベーターで複数の艦載機を順番に発艦させるギミックを採用してるっす。それはまた、随分と手が込んでいそうな仕掛けですね。エレベーターのギミックは5月頃のアップデで、ブレッドボードでドッキングステーションに紐付けられた機体を切り替えられるようになって、初めて実用化が可能になったっすけど、開発中、問題が出るわで、とても大変だったっす。具体的には、発艦した飛行機がアイランドに激突したり。ああ、アイランドタイプの空母だと避けがたい問題ですよね。対策として発艦中、母艦の旋回を制限したり、母艦の旋回に合わせて艦載機も旋回させることで、なんとか実用化にこぎつけたっす。まあ、それでも事故るときは事故るっすけどね。アイランド後部のゴムブロックにも苦闘の痕跡が見受けられますね。アイランド、外した方が楽だったんじゃないですか？それを外すなんてとんでもない。際ですか？他の問題としては、格納庫から飛行機を取り出そうとしたら、なぜか機体が爆発したりもしたっすね。どうしてそうなる？これは、エレベーターの航海機を格納庫の床面からわずかにずらしたら回避できたっす。ただ、爆発の原因自体は不明なままなんすけどね。とりあえず動いているからよし。ってことで、ともかく、本級の開発には多大な労力が投入されてるっすけど、すべてはロマンのためっす。次は、ケニブ級の性能、機能について模擬戦闘形式で説明していくっす。模擬戦ですか？対戦相手は、どのビークルにしますか？そうっすね。ここは、アニュラリスにするっす。アニュラリス。確か戦闘機を14機搭載したスチールストライダースの軽空母でしたね。コストも同じくらいですし、いいんじゃないですか？それじゃあ、早速召喚。発艦操作はどうすればいいんですか？ケニブ級では敵を感知して自動的に発着艦を行うので、基本的にプレイヤー側での操作は不要っす。なるほど。飛行艦艦上にある艦載機の発艦が終わったので、次は格納庫内の艦載機が出るっす。発艦作業はまだ続いていますが、先発の機体はすでに交戦距離に入ったようですね。敵艦載機、
一機撃墜。さらにもう一機に AI 破壊による撃破判定を確認。スピンドル2の EMP 有志砲がぶっ刺さってるみたいっすね。ここいらで空母側から戦闘を眺めてみるっす。せっかくなんで、眺めが良さそうなアイランドトップへ移動。すでに複数の敵機を撃墜、または無力化できているようです。こちらの存在は母艦、艦載機ともに、現在のところ損害は皆無です。圧倒的じゃないか、我が軍は。ここで少しカット。敵機の半数以上を撃墜しました。もう敵艦載機は捨ておいても大丈夫そうっすね。ここからは、母艦に攻撃を集中するっす。攻撃目標の変更方法は、9キーメニューでのターゲットアサインですか？それもありっすけど、今回はケミブ級に実装した艦載機完成機能を使用するっす。おお、そんな機能もあったんですね。これもアップデで追加されたブレッドボードのビークル間通信で実現が可能になったっす。艦載機が狙う目標を小型ビークル優先モードと大型ビークル優先モードで母艦側から切り替えることが可能っす。なるほど。切り替え方法はどうすればいいですか？大型ビークル優先モードにするには、アイランドに設置してあるコンソールのオレンジ色のボタンを押せばいいっすね。オレンジ色のボタン、これですかね？ポチッとな。ちなみに現在選択されているモードは、隣のインジケーターで確認できるっす。艦載機が母艦に攻撃を集中し始めたようですね。それにしてもビークル間通信は他にも色々と応用が効きそうです。他にケミブ級へ実装した完成機能としては、損傷した艦載機の自動退避回収機能の無効化もできるっす。これはキャンペーンモードで敵領海深くに侵入した際の使用を想定しているっす。このゲームではリペアテンタクルやリペアボットを使用することで破壊されたブロックを修理することができるのですが、キャンペーンモードでユニットが自陣営領海から一定以上離れてしまうと、この修理機能が無効化されるペナルティが入ります。で、味方機1機に撃破判定が出てしまっていますね。やや、回収は残念、間に合わなかったようです。アンラッキーヒットか衝突事故か、それともミサイルの自爆か、いずれにしてもこの手の小型機は、どうしてもちょっとした事故が機体喪失に直結しやすいっすね。まあ、他に目立った損害は出ていませんし、体制には影響なさそうですね。アニュラリス、大破炎上中。これは勝負あったっすね。アニュラリスに撃破判定の発生を確認。あとは残存航空機を相当しておしまいっす。というわけで、今回はケミブ級系空母について紹介したっす。ケミブ級のデータは概要欄のリンクで公開していますので、よければ遊んでみてくださいね。それでは、ごご視聴ありがとうございました。